第一小児保健医療総合センター救急外来の看護師の岡宮典子と申します。当センター救急外来は24時間365日、いつでも病気や怪我をした子どもたちとご家族に対応しています。しかし、来院時のみでなく、来院前、来院後の不安や疑問に少しでも寄り添い、力になれるようにホームケアに力を入れています。本日は子どもの病気や怪我の際のホームケアについてお話ししていきます。一つ目にお熱です。発熱時の受診の目安はスライドの通りです。発熱は体の中で起こった異常によって正常な変化の範囲を超えて体温が上昇してしまう症状です。何らかの病気等のサインであることが多いですが、主に炎症、体の中の炎症反応によって引き起こされます。高熱が出た際、脳に影響がないかっていうふうにご心配されるご家族とっても多いんですけれども、体温が40度を超えても、それによって脳に影響を及ぼすということはありません。体温を上げることで病気の原因を増やさないようにしたり、抵抗力を高めたりしており、脳に影響があるかどうかっていうことは、熱の原因になっている病気の種類によります。発熱の場合は焦らず受診方法は自家用車などで大丈夫です。発熱時のホームケアは、手足の冷えや震えには掛け物で温めて、手足が温かくなったら掛け物を外して、室温の調整やアイスの保冷剤で、特に、書いてあるように、首や脇の下、足の付け根など、太い血管が通っているようなところを冷やしていただければ大丈夫です。38度5分以上で食事や水分が取れなかったり、機嫌が悪い、眠れないなどの症状がある場合は、解熱剤を使用してもらって、熱が下がっている間に食事や水分を取りましょう。ただし、解熱剤は一時的に体温0.5から1度下がれば効果があると言われています。消化にいい食べ物がおすすめですが、本人が食べたいもので大丈夫です。発熱時は汗をかきやすく、汗もなどの皮膚トラブルを起こしやすいので、熱が下がった時や少しでも元気がある時に、短時間でシャワーを浴びたりとか、あとホットタオルで体を拭くのがとても効果的です。受診の際は熱が出たタイミング、食事や水分の摂取状況、風邪のような症状の有無、排尿の有無など事前に確認しておくと受診の際スムーズかと思います。次に、嘔吐です。嘔吐の受診の目安はスライドの通りです。子どもの嘔吐で一番多いのはウイルスが原因による胃腸炎、いわゆるお腹の風邪というものです。嘔吐の場合は焦らず、お熱と同様に自家用車での受診で大丈夫です。嘔吐のホームケアは、まず口の中をきれいにする。吐いたものが残ると、匂いや不快感で次の嘔吐を催すことがあるので、拭き取りやうがいなど、年齢や発達に合わせた対応で大丈夫です。ただし、本人が嫌がったりとかっていう場合には、無理に口をゆすがなくても大丈夫です。吐いたもので喉を詰まらせないように、横向きに寝かせて、嘔吐直後の飲食は、また嘔吐が続いてしまう可能性があるので、1、2時間はお腹を休めましょう。嘔吐が落ち着いてきたら、飲み始めはティースプーン1杯から5分おきに少しずつ増やします。飲ませた後吐いてしまった場合は、また30分以上経ってから再度同じように水分を少しずつ始めましょう。受診の際は、嘔吐がいつからか、何回吐いたか、どんな時に吐くのか、どんなものを吐くのかを事前に答えられるようにしていただくとスムーズかと思います。次に下痢です。下痢の受診の目安はスライドの通りです。下痢はお腹の中に入ったウイルスや細菌を体の外に出す大切な防御反応です。ただし、いずれの状態であっても焦らず自家用車での受診で大丈夫です。下痢の時のホームケアは、脱水の予防がとても大切になります。水分と塩分を補給しましょう。母乳ミルク、離乳食はいつも通りで大丈夫です。ただし、糖分が多い飲み物や食べ物は下痢を悪化させるので注意が必要です。下痢がひどい時には固形物は避けて消化に優しいものを選びましょう。乳製品や炭酸飲料、クエン酸を含む柑橘類や脂肪の多い肉類は
腸に負担がかかってしまうので避けた方が無難です。下痢が続くとお尻が荒れやすくなってしまいます。うんちやおしっこが出たらすぐにきれいにしましょう。こすらずつまみ取るように拭き取ると刺激が少ないです。石鹸は皮膚のバリア機能の低下につながりますので、1日1回程度優しく洗えば十分です。洗浄後にはベビーオイルやワセリンで皮膚を保護しましょう。医師の処方があれば先に塗布をしましょう。お尻が赤くただれた場合は医療機関を受診して相談しましょう。下痢で受診する際は開始時期、頻度、形状、色、水分や食事の摂取状況を事前に確認しておくとスムーズに受診できます。下痢や嘔吐の原因となるウイルスは風邪のウイルスと異なり感染力が強く触ったり、乾いて揮発したウイルスを吸い込むことで感染します。そのため自宅の感染予防対策がとても重要になります。家族に症状がある場合は以下のことに注意します。爪を短く切り、おむつ替えや便の後処理は指輪などを外して行います。便や吐物の処理後、すぐに流水と石鹸を使用して手を洗いましょう。便で汚れたものは、漂白剤など次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。症状のあるお子さんの入浴は最後にしてタオルは共有しないようにしましょう。ノロウイルスなど胃腸炎の原因となるウイルスはアルコール消毒が効かない場合が多いです。次亜塩素酸ナトリウムの成分が効果的です。消毒液はお家で、スライドのように簡単に作れます。どちらも子どもの手の届かないところに置いて1日で使い切るようにしましょう。下痢や嘔吐で、先ほども脱水が要注意だよというお話ししたんですけれども、脱水状態になった時の飲料として最適な経口補水液も自宅で簡単に作れます。スライドの通り、作っていただければいいかと思います。OS1 など市販のものが手に入らない時に使えます。今言った症状以外にも夏場の熱中症などにも効果的です。次に痙攣です。痙攣の受診目安はスライドの通りです。痙攣とは自分の意思とは関係なく全身もしくは体の一部の筋肉が収縮することで起こります。原因は最も多いもので高熱による熱性痙攣、その他転換発作、怪我による脳へのダメージで起こる痙攣、胃腸炎などで体の電解質バランスが崩れた時に起こる胃腸炎関連痙攣など様々です。痙攣の持続時間が長い、繰り返し起こる、意識が悪い、呼吸状態が悪い、また6ヶ月未満のお子さんなど当てはまる場合は救急車を呼びましょう。痙攣のホームケアは広くて安全な場所で体ごと横向きに寝かせます。高さのある場所からの転落や全身の打撲、痙攣による怪我を防ぐためです。痙攣中は子どもの様子をきちんと観察します。黒目の位置や手足の動き、顔色などを観察します。痙攣中の様子を動画に撮っておくと受診時にとても役立ちます。痙攣中はゆすったり大きな声で呼びかけたりするのは避けた方が無難です。痙攣がそれによって長引くということもあります。舌を噛まないように手や物を口の中に入れてしまうということもあるようですが、窒息や口の中の怪我の原因になるため、それは絶対にやめてください。受診の際は、痙攣の様子、目線、あとはご家族に痙攣を起こしたことがある人がいるか、頭の、怪我などあるかということを事前に確認していただけると、受診の際スムーズかと思います。次に、咳と息切れです。咳の受診の目安はスライドの通りです。咳とは空気の通り道に入った分泌物や異物を体の外に出そうとする反応です。スライドの通り、重症な咳、息切れは救急車での受診が望ましい場合があります。
咳のホームケアは、まず楽な体勢をとることが大切です。上半身をクッションやバスタオルなどでだいたい30度から45度程度起こすこと、あとは横向きに寝かせる、赤ちゃんだと立て抱きにするなど、体勢を変えることで、呼吸の負担や咳の出やすさが軽減します。部屋の湿度をだいたい50から60%、室温を20から24度に、設定し、喉を潤すためにこまめに水分を取りましょう。1回量を減らして、こまめに飲むことがとてもおすすめです。1歳未満のお子さんでは使用できませんが、蜂蜜もとても効果的です。ティースプーン1杯を寝る前にそのまま舐めていただいたり、左右に溶かして飲むと喉が潤います。受診の際は咳の開始時期、咳上げによって嘔吐があるか、睡眠はきちんと取れているか、水分、食事の摂取状況など事前に確認していただけるとスムーズかと思います。次は発疹です。発疹の受診の目安はスライドの通りです。発疹はアレルギーが原因になるジンマシンや感染症が原因になる、水疱瘡など様々な種類があります。アナフィラキシーのように皮膚のみでなく呼吸、意識、顔色など他の症状が出てきた場合は早めに受診が必要です。発疹のホームケアです。発疹が出てから30分間は症状が強くなることがあるので、増えていないか、他に症状が出ていないか近くで見守りましょう。かきむしって皮膚を傷つけたりしないように注意しましょう。冷やすことで落ち着くことがあります。あと、過去に処方されたお薬や市販薬、家族のお薬を、使うのは症状を悪化させる可能性があるので、お手持ちの薬は塗らないようにして、医師の指示に従ってください。次に、子どもの事故へのホームケアについてです。まず、水回りの事故です。家庭内ではお風呂、洗濯機、トイレ、あとお魚とかのペットの水槽、洗面器の水による事故が多発します。入浴中は大人が一緒にいても少し目を離すと溺れてしまうという危険があります。浴室や浴槽の蓋の上で遊んで転落して残り湯で溺れてしまうということもあります。入浴中は子供から目を離さず残り湯はしない。浴室のドアは子供の手の届かない高さでロックしましょう。洗濯機ではドラム式洗濯機に興味本位で入って扉が閉まって出られなくなるという事故もあります。洗濯機などの周りには踏み台となるものは置かず、不要な貯水はしない。洗濯機は扉を閉めて、チャイルドロックなどを使用するなど、子供の手と届かないところでロックをして近づけないように部屋の扉の鍵をロックしましょう。あと、屋外で言うと、水辺で遊んでいる際、大人が少し目を離した間に足を滑らせて転落、溺れる危険があります。池や用水路は遊び慣れた場所であっても覗き込んで転落することがあるためとても危険です。水遊びをする際は絶対に目を離さず、川や海など水辺で遊ぶときはライフジャケットの着用をきちんとしましょう。あと、お庭などでビニールプールなどを使用するときはすぐに排水しましょう。もしも溺れてしまったときの対応です。まずは介助者の安全を第一に優先しましょう。その上で可能でしたら水中から患者さんを引き上げて安全なところに運んで助けを呼びます。次に意識の確認をします。寝かせた状態で肩や足の裏を叩いて名前を呼びます。これを3回繰り返しても反応がない場合は意識がないと判断します。意識がある場合には状態にかかわらず早めに医療機関を受診しましょう。意識がない場合は続いて呼吸を確認します。10秒以内で胸やお腹が上下に動いていれば呼吸があると判断できます。その場合は速やかに救急車を呼びましょう。救急車を待つ間、イラストにあるような、体勢、回復体位という体勢をとって待ちましょう。で、体の水分を拭き取って、服やタオルで保温してあげてください。
もしも呼吸がないと判断した場合は、速やかに救急車を呼んで、救急隊の指示に従って心臓マッサージなど心肺蘇生を行います。次に転倒転落です。子どもは成長すると行動範囲がどんどん広がって、転倒や転落の事故が増えます。安全な、環境を整えましょう。家庭内ではベッドや椅子、ソファなど家具からの転落が最も多い事象理由です。予防には柵やガード、安全ベルトを常に使用して年齢に合ったものを選びましょう。高さのある危険なところには立たないようにしましょう。階段、窓、ベランダからの転落は、家具などと比べて高い場所からの転落となることが多く、より危険です。階段には上下で柵を設置し、子どもでは簡単に開閉できないようにロックをしましょう。2階以上で子どもだけにならないようにし、踏み台となるものは近くに置かないようにしましょう。子どもだけでベランダに出ないよう必ず手の届かないところで鍵をかけましょう。子どもだけを残して外出をしないようにしましょう。また、理解ができるような年齢になったら、お子さんに身を乗り出すことや転落の危険性について説明していただくといいと思います。屋外ではベビーカーやショッピングカート、抱っこ紐からの転落事故が多いです。乗り降りはロックなどを利用し、動かない状態で行いましょう。抱っこ紐も安全な場所で立ち止まって着用して、ベルトは必ず正しく着用しましょう。対象の年齢、体重を必ず守りましょう。年齢が大きくなると、遊具やペダルなしの二輪車などでの転倒・転落事故が増えます。対象年齢に合った遊具で遊びましょう。スライドの中央にあるひよこの書いてあるマークなんですけど、このステッカーはほとんどの遊具に貼られているので、対象年齢確認して遊んでいただくと安全です。また、服やフードやカバンが遊具に引っかからないように注意が必要です。ペダルなしの二輪車や自転車に乗る際は、ヘルメットを必ずかぶり、膝や肘のプロテクターも必要に応じて活用しましょう。理解ができる年齢になったら、ルールをきちんと守るよう指導することもとても大切です。転倒転落が起きた際の対応です。まず、意識がない場合は、頭を動かさないように注意し、安静に寝かせます。応答した場合、喉に詰まらせないように顔を横に向けます。また、痙攣が起きた場合は、収まるまで平らな場所で寝かせましょう。その上で、こちらのチェック項目に従って、その後の対応の目安とします。意識がはっきりしていない、応答を繰り返す、痙攣する、傷口が大きく血が止まらない場合は救急車を呼びましょう。これらに当てはまらないけれど、痛みがある場合、腫れている、血は止まっているけど、傷口が大きい場合は、自家用車などで結構ですので、早めに受診をしましょう。いずれも当てはまらず、大声で泣いて、泣いた後機嫌が戻った、普段と変わらず過ごせている場合は、ご自宅で経過観察で構いません。ただし、48時間以内に赤枠や黄枠の、症状が出ましたら、速やかに受診していただければいいかと思います。次に、やけどについてです。子どもは何でも触って確認しようとするため、やけどは日常生活で起こりやすい事故です。特に寒くなる時期、今ぐらいの時期ですね、かなり増えてきて、子どもの皮膚は薄いため重症化がとてもしやすい、傾向にあります。ポットやケトルのコードを引っ張ったり引っかかったりして転倒させて、熱湯がかかってやけどすることもあります。チャイルドロックや転倒時、流水防止構造のあるものを選んでいただいたり、手の届かないところで管理していただくようにお願いします。キッチンには、やけどの原因となるものが多くあります。ガスコンロや IH コンロ、炊飯器の蒸気など、使用中、使用後もやけどの危険性があります。柵を設置してキッチンに入れないようにして、危険なものは手に届かないように管理し、踏み台となるものは置かないようにしましょう。暖房器具やアイロン、ヘアアイロンでもやけどをします。暖房器具は直接触れないように柵で管理しましょう。ヘアアイロンやアイロンは使用後15分以上熱が残りますので、使用後はカバーをして、子どもの手の届かないところで管理してください。
食品によるやけどです。スープやラーメン、ホットドリンクなどが多いです。子どもの手の届かないところで管理するんですけれども、あとは、食べたり飲んだりする前、大人が温度をきちんと確認をしてから与えるようにしてください。また、小さなお子さんの場合ですと、子供を抱っこしたまま、大人の方が飲食をしてやけどをするということもあります。なので、抱っこしたまま飲食せず、必ず目を離さないようにしましょう。また、屋外では花火や車のマフラー、あと最近夏とっても暑いので、夏の、直射日光で熱くなった遊具によるやけどがあります。花火に関しては火が消えても高温なので、水を張ったバケツを用意して必ず終わったら入れましょう。また、火花によるやけどを防ぐために露出が少ない服装を選びましょう。車のマフラーなど危険なものには触らないようにするように伝えて、目を離さないようにしましょう。遊具に関しては大人が手で触って温度が安全かを確認してから使用してもらうようにしてください。やけどした際の対応です。まずは20分以上しっかり流水で冷やしましょう。これにより予後は大きく変わります。服の上からのやけどの場合は服を無理に脱がずにそのまま冷やします。顔など流水での冷却が難しい場合には保冷剤や氷を濡れタオルで包んで冷やしましょう。冷やしすぎると低体温になりますので、お子さんの様子を見ながら体温を観察して冷却していただくといいかと思います。そして、やけどの範囲が大人の手のひらより大きい、黒く焦げている、もしくは白くなっている場合は、範囲が広い、もしくは深さがかなり深いため、重症なやけどである可能性が高いです。救急車を呼びましょう。子供の手のひらより大きい、水ぶくれがある、じくじくしている、顔、関節、性器のやけどの場合は、自家用車などで速やかに受診しましょう。子どもの誤飲窒息に関してです。これもかなり多いです。特に0歳から3歳で多くて、死亡事故の、上位に入ります。今、スライドに4センチって書いてあるんですけど、だいたいトイレットペーパーの芯ぐらいの大きさになります。で、この大きさを通れるものは、子供であっても飲み込めれます。なので、大きさの目安はトイレットペーパーの芯とどうかなって比べてもらえればわかるかと思います。また、乳児でいうと、睡眠中に柔らかい布団や枕、クッション、ぬいぐるみでの窒息の危険もあります。寝ている乳児の近くには柔らかいものは置かずに、必ず仰向けで寝かせて、2歳まではベビーベッドを使うのが、理想です。おもちゃの部品の誤飲もとても多いです。小さな部品は手の届かないところで管理し、使用時は大人が目を離さないようにしましょう。おもちゃや部品をきちんと把握しておくこともとても大切です。食べ物での窒息もあります。食べ物は小さく切って、食べやすい硬さにしましょう。飴、キャラメル、ナッツ類などは3歳頃まで避けるのが無難かと思います。食べる際は座った状態で落ち着いて食べるようにしましょう。節分の前後だと豆まきの豆の誤飲がとっても多くなるので、そのようなものもとても危険なので、管理はきちんとしていきましょう。また、タバコ、化粧品硬貨、磁石、ボタン電池などを誤飲する誤飲すると危険なものは、蓋が開きにくく、セーフティーキャップというものがついている容器に入れて、手の届かない場所で管理しましょう。電池は簡単に取り出せないようにカバーをつけて、蓋をネジで固定しましょう。ベッドなど家具と、壁の隙間やカーテン、ブラインドの紐での窒息も注意が必要です。カーテンやブラインドの紐はまとめて手の届かない高さに調整しましょう。家具と壁の隙間に入れないようにきちんと、隙間は、柵など使用して入れないようにしましょう。また、お酒や医薬品、洗剤、タバコの吸い殻のニコチンが溶け出した水などの液体を誤飲するととても危険です。中毒性のあるものもあり、重症化する恐れがあります。手の届かない、見えない場所に保管し、使用後の容器はすぐに処理しましょう。特に医薬品は鍵のかかる場所でや取り出しにくい容器での保管をお勧めします。誤飲した際の対応です。
まず口の中に残っているものは取り除き、口をすすぐ、または濡れガーゼなどで拭き取りましょう。口の中に異物が確認できない場合は、指などを入れて取り除こうとしなくても大丈夫です。口の中を怪我したり、指を、ごめんなさい、異物をさらに奥に、押し込んでしまう可能性があります。また、嘔吐すると吐いたもので喉を詰まらせてしまう危険性があるので、無理やり吐かせず、気持ち悪そうにしている場合は、顔を横に向けましょう。そして、意識がない、呼吸がしにくそうである、顔色が悪い、ぐったりしている、痙攣している場合は窒息が起きている可能性が高いです。速やかに救急車を呼びましょう。また、先ほどのような症状がない場合でも、木枠の中のものを飲み込んだ場合は、それぞれ何も飲ませない、水を飲ませる、牛乳を飲ませるなど対応し、早めに病院を受診しましょう。もしも飲ませるのか、何を飲ませるのかっていうのを迷った場合は、もう何も飲まずに速やかに受診していただければいいかと思います。受診の際は、何をいつどれだけの量飲んだか確認し、飲んだものや、残りの実物のものを受診の際に、持参していただけるといいと思います。救急車の到着までの緊急処置についてお話しします。意識の確認をまず行います。もし意識がない場合は、救急隊の指示に従って心臓マッサージなどの心肺蘇生を開始します。意識がある場合は、1歳未満の場合はスライドの上段にある背部投打法、1歳以上の場合は腹部突き上げ法を行いながら救急車を待ちます。ホームケアについては以上になります。お配りした資料、の方に、本日、お話しした内容が書かれたもの、あとは、資料に記載がある QR コードを読み取っていただけますと、当センターのホームページに飛ぶようになっています。ぜひ、今日お話ししたような症状や事故があったとき、ぜひ参考にしていただければと思います。また、当センター救急外来はいつでも受診が可能です。病気や怪我でお困りのことがあったり、迷うとき、不安なときは、ぜひ受診していただければいいかと思います。事前の予約や電話の必要はないので、お気軽に何かありましたらご受診いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。